今日はしっとりふわふわなかぼちゃのパウンドケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はホットケーキミックスで簡単に作れるかぼちゃのパウンドケーキを作りたいと思います。結構ね、ホットケーキミックスで作ると食感がね、パサパサしやすかったりするんですけれども、しっとりふわふわに仕上げるポイントをご紹介していきたいと思います。作り方のポイントもいろいろあるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは材料をご紹介します。ホットケーキミックス、かぼちゃ、卵、無塩バター、蜂蜜、お砂糖です。こちらの材料で作っていきます。で、今回使うね、卵とバターは必ず常温に戻してから使うようにしてください。こちらのかぼちゃに関しましては、皮ごと測って 300g。作るときはですね、皮を取りますので、正味 200g から 250g になります。で、今回のね、味のポイントはこちらです。お砂糖だけじゃなくて、蜂蜜でも甘さを加えていきます。そうすると甘みに深みが出てとても美味しく仕上がります。はい、そして今回はですね、こちら18センチのパウンドケーキ型を使っていきます。こちらはですね、100円ショップで購入したものになります。いろんなね、100円ショップに売ってるかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ここにですね、オーブンシートまたはクッキングシートを敷き詰めておきましょう。敷き方としてはですね、まずこの型を全部覆えるぐらいの長方形に切っていただいて、パウンド型を真ん中に置いて、あとをね、こうやってつけていただいて、あとはこの底の部分にめがけて、こんな感じでね、交互に切れ込みを入れてください。そしたらこれを型に敷き詰めましょう。で、今回ね、私が使ってるのは繰り返し使えるオーブンシートで、一度ね、こうやって切っておくと何度も使えるので、すごくね、便利なのでおすすめです。このようにあらかじめセットしておきましょう。それではまずはじめにかぼちゃを切っていきます。まずかぼちゃを2センチ角ぐらいの大きさに切ります。このようにね、大体で OK なので少し小さく切ります。で、そしたらかぼちゃの皮を切りましょう。この後ね、かぼちゃを加熱するんですが、かぼちゃの皮は加熱してから取っていただいてもいいですし、加熱する前に切り落としていただいてもどちらでも OK です。加熱した後だと少しね、粗熱を取る時間が必要なので、ちょっとね、最初は硬いんですけど、調理時間をね、少しでも短くしたい場合は最初に切っていただくのがおすすめです。では、ここで皮を取ります。取ったものは耐熱のボウルに入れておきましょう。ちょっとね、かぼちゃの皮が硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、このように切り分けます。このかぼちゃの皮なんですが、今回ね、このパウンドケーキには使いません。なんですが、このかぼちゃの皮ね、栄養があってもったいないので、過去にね、私の動画で簡単なアレンジレシピをご紹介しているので、そちらの URL は概要欄に貼っておきます。そしてふわっとラップをします。このまま電子レンジ 600W で4分加熱します。はい、加熱が終わりました。そしたらやけどしないようにラップを外します。外側からめくりましょう。はい、そしたらマッシャーやまたはフォークなどでかぼちゃを潰していきます。で、この時ね、まだちょっと硬いなと思ったら追加で加熱してみてください。このようにね、簡単に柔らかく潰せるぐらいになるまで加熱するととても作りやすいです。このぐらいマッシュすれば OK です。それではね、このかぼちゃは少し粗熱を取っておきます。続いてこちらのバターですね。これは必ずね、常温に戻してください。で、まずですね、このバターを練っていきます。今回私がやる方法で作ると食感がふわっとした仕上がりになります。溶かしバターにして作るとホロホロっとした食感に仕上がります。なのでお好みの方で作っていただいて OK です。バターを練っていきます。どうしてもね、室温に戻してなかったとかそういったこともあるかなと思うので、その場合は溶かしバターにしちゃってもいいかなと思います。食感はね、お好みがあると思うのでお好きな方で作ってみてください。で、これで練っていきましょう。で、このようにバターが柔らかくなれば OK です。で、そしたらここにお砂糖を入れます。お砂糖を加えたら泡立て器に持ち替えてふわっとするまで混ぜていきます。こうすることでパウンドケーキがふわっとした食感に焼き上がります。
はい、このぐらいになれば OK です。見た目的にね、ちょっとマヨネーズみたいな感じですね。このぐらいね、白っぽくふわっとなれば OK です。それでは粗熱が取れたかぼちゃを入れていきます。このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。それではこの中にかぼちゃを入れます。たっぷりですね。はい。このようにね、たっぷりかぼちゃが入ってるので、とてもしっとりとした美味しいパウンドケーキに仕上がります。そしたらこれをね、混ぜていきます。で、このようなとろっとした生地になります。今回はこのようにかぼちゃの粗ごし感を残したパウンドケーキにしていくんですが、滑らかな生地にしたいという場合はかぼちゃはこしてから加えてみてください。では卵を加えます。そのまま割り入れます。そうしましたら今度は泡立て器で混ぜていきます。卵は1個ずつ加えて1つずつ丁寧に混ぜていきましょう。で、混ざったらもう1個加えます。そして混ぜます。はい、よく混ざれば OK です。それでは今回のポイント、蜂蜜を入れます。この蜂蜜を入れるだけでね、甘さにコクが出るので、ぜひね、蜂蜜がダメじゃない方は入れてみてください。もし蜂蜜がダメな場合は、お砂糖を 20g から 30g の間で調整して入れてみてください。ではこれを混ぜます。それでは最後ですね、ホットケーキミックスをふるって加えます。そしたらゴムベラでさっくりとね、混ぜていきます。生地を切るようにね、混ぜていきましょう。はい、このようにきちんと混ざれば OK です。それではこちらの用意しておいた型に流し込みます。はい、流し込みました。少し高いところから 2,3 回落とします。それではこちらを170度に予熱したオーブンで30分から40分ほど様子を見ながら焼いていきます。はい、今ね10分経ったんですが、10分経ったらまずね、一旦開けて真ん中に切れ込みを入れます。真ん中にこのように切れ込みを入れましょう。こんな感じで、そしたらまた残りの時間焼いていきます。こうやってね、線を入れておくと綺麗にパカッと割れます。はい、焼き上がりました。こんな感じに仕上がってます。綺麗にね、上もパカッと割れて綺麗な形に仕上がってます。それでは一応ですね、竹串で刺してこのように生の生地がついてこなければ OK です。それではこのまま一度粗熱を取ります。はい、粗熱が取れて冷めました。そしたら取り出します。ではオーブンシートを剥がします。これで完成です。それでは切りたいと思います。中身はこんな感じで、かぼちゃがぎっしり詰まって美味しそうに仕上がりました。はい、これでかぼちゃのふわふわパウンドケーキの完成です。とてもしっとりでふわふわなパウンドケーキに仕上がりました。最後ね、少しだけ上に粉糖をトッピングしました。こちらはお好みで OK です。それではいただきたいと思います。かぼちゃがぎっしり詰まってますね。いただきます。すっごくしっとりしてて、噛めば噛むほどね、かぼちゃの甘みが広がってすっごく美味しいです。外側はしっかりとね、焼かれてるんですけど、中がね、結構柔らかくこうしっとりと仕上がってますね。このかぼちゃの甘さの余韻がすっごく残ります。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のかぼちゃのパウンドケーキのポイントです。まずかぼちゃなんですが、今回は皮を除いて作りました。この皮なんですけれども、お好みで入れていただいても OK です。かぼちゃを電子レンジで今回は加熱したんですけれども、加熱時間がもし足りない場合は追加で加熱してみてください。もし 500W の場合はプラス15秒から20秒ほど多めに加熱してみてください。そして生地を作る時のポイントです。今回バターを入れてるんですが、パウンドケーキに関してはバターのいろんな使い方があります。
今回私がやった方法はバターをホイップ状にしてから他の材料と混ぜ合わせました。そうすることで焼き上がりがふわっとした食感に仕上がります。バターを戻しておく時間がないっていう場合は電子レンジでバターを溶かして溶かしバターにして他の生地と混ぜていただいても OK です。そうするとですね、どちらかというとね、ほろっとした食感に仕上がります。なのでバターの使い方はお好みで選んでみてください。そして今回はですね、蜂蜜も加えました。蜂蜜を加えることで甘さに深みが出てとても美味しくなります。もし蜂蜜がダメな場合はお砂糖を 20g から 30g の間で調整して作っていただくといいかなと思います。そして焼く時のポイントです。表面が少しね焼けてきた時点で一度取り出して真ん中に切れ込みを入れていただくと綺麗に真ん中から割れます。ホットケーキミックスで作るので手軽な材料で簡単に作れるかなと思います。朝ごはんとかおやつにもぴったりかなと思います。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかぼちゃのパウンドケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。